こんにちは、石です。なんだかんだ LA に引っ越してから3年半が経ちます。皆さんどのようなイメージ LA に持ってるかわからないんだけど、やっぱり LA はすごく LGBTQ フレンドリー。めちゃくちゃゲイに優しい。私みたいに長く住んでなくても、ただ観光するだけでも日本との違いがすごくはっきりわかると思います。個人的に一番大きな違いは、私普通の会社、別に LGBT とかジェンダーとかセクシャリティとかそういうこととは完全に無関係。普通の企業に働いてるのに、めちゃくちゃ LGBTQ の人が多いです。わざわざそういうクリアスペースに行かなくても、普通の会社でも外でも普通に誰かと話してると、その人がたまたま LGBT っていうことがわかる時が多い。普通に会社の人と話してても、なんかさらっと話の流れでそういうことが出てきたりして、例えばこの前、もうすでに結婚してる、男の人と結婚してる女性の社員さんと話してたら、本当に何の話してたか覚えてないんだけど、突然なんかバイセクシャルっていうことが判明したり、バイセクシャルだけど、最終的には、男の人と結婚して子供もいるみたいな人とか、今は彼氏いるけど、バイセクシャルな人とか、彼女いるけどバイセクシャル。てかバイセクシャルめっちゃいる。でも普通に私みたいに、ただゲイとかレズの人も過去にいたり、会社の2割ぐらいは LGBTQ。私の部署だけ見たら8割ぐらいは LGBTQ かも。なぜか。そこがまず驚きかな。なんかそもそもその割合で、ナチュラルに周りにいるっていうのが驚きだし、普通に会話の中で出てくること、聞いてもないのに会話の流れで普通に出てくることがすごい。日本とは大きな違いだなと思う。別にアメリカもみんながみんなカミングアウトしてるわけではないけど、特に LA だとカミングアウトしてる人が多いような雰囲気、割合が圧倒的にすごすぎて。もちろんね、ストレートの人が多いけど、でも、なんかすごくゲイが多いエリアがあって、例えばウェストホリウッドっていうめちゃくちゃゲイバーが集まった場所があったり、で、シルバーレイクっていうウェストハリウッドとはちょっと反対側のところにもすごく LGBTQ の人たちが住んでたり、散歩してたり。なぜかそこがめちゃくちゃ人気なんだよね。ちょっとこじゃれてて、今時のカフェとか、LA ではちょっと珍しいんだけど、歩きやすいエリア。結構車社会だから、そのせいかめちゃくちゃクイアの人に人気。そこら辺で遊んでるとなんか普通に、もう座ってるだけでもうめっちゃなんかゲイの人いる。で、なんでわかるかというと、普通にね、手繋いでたり、ギターついてたりみたいなのがもう普通の光景。こういう風に当たり前みたいな雰囲気がすごい出てる街に住むと、すごく違和感を感じなくなる。日本ではどちらかというと自分がレズっていうアイデンティティすごく大きいというか、ちょっと偏見とかが心配になって隠したくなっちゃう時があるんだけど、LA に住んでるともうそのアイデンティティ忘れるっていうか、なんかもうめっちゃゲイの人多くて、なんか別に自分特別じゃないぜみたいな。シルバーレイクってエリアに限らず、LGBT 関連のイベントもすごく多くて、おそらく他の、街と比べて。日本ではティプシーぐらいしかわからないんですけど、大きなレズイベントみたいな。ティプシーみたいなのが、めっちゃある。個人で運営してる人もいれば、小さめの団体が運営してるものもあって、賑やかな感じ。なんか自分もイベントやってみたくなる。イベント関連で大きな違いは、日本は二次会とか、そういうの、二次会じゃない。オフ会そういうイベントやるとき、ちょっとコソコソしてるっていうか、場所を控えたり。
まあ、安全面のためにも。でもなんかそういうの全くなくて、こっちは。デカデカとインスタで時間場所とか載せたり、毎週のように起きるイベントとかもあったり、主になんかクラブ系、これもなんかすごいアメリカンだなと思う。なんか日本ってそんなめちゃくちゃなんか、ウェイパーティーみたいな印象ない、パーティーしたい人には楽しいかなと思う。普通のカメラの電池が死んだので、iPhone で。なんだかんだ iPhone の画質が良くてちょっと驚いてます。やっぱりこれほど LGBT の人がいて、アライもめっちゃいると、偏見がほとんどないんですね。日本人とかに自分が女性が好きとか言うと、ほとんどの場合、まあまあ驚かれる。あとは日本だと、男性が好きな前提、彼氏がいるのとか、気になってる男の子はいるのとか、結構聞かれるんだけど、アメリカではそういう質問全然ないね。なんかどちらかというと好きな人いるのみたいな言い方。アメリカそもそも同性が結婚できるから法的に、まずそこで国民の認識が違うんじゃないかなと思う。まあアメリカの政治今やばすぎてそれなくなるかもしれないけど。なくなってほしくないけど。日本のクイアの人と話すと、カミングアウトしてない人が多い。アメリカだとどちらかというともうカミングアウトしてる人が多い。親友とか家族とかに。男の人が好きっていう前提で話されるとちょっと気まずい。どのタイミングで言えばいいんだろうって思うことがあるんだけど、アメリカだともはやゲイって見極められる。特に前は髪もショートでボーイッシュっていう見た目、そういう雰囲気でも彼氏いるかどうか聞かれたことあるから、日本人に。LA でそういう雰囲気出してると大体もうゲイだと思われる。住み始めた時とか数年前はまだあんまりオープンに自分が女性が好きっていうのを言ってなかったし、日本の環境にも慣れてちょっと言いにくいところがあったんだけど、みんながすごい偏見がないから、すごいカミングアウトしやすくなったなと思う。前はなんか特に日本人はすごいなんか反応がなんか驚き、別になんか悪い反応じゃないんだけど驚かれることが多いからちょっと言いにくかったんだけど、未だにやっぱりちょっと言いにくさはあるかも。なんか特に年配の方、カミングアウトできないと個人的にはなんか辛い。自分の一部、結構大きな一部を隠してて、そのまま生きる感じ。だから日本ももうちょっとね、偏見をなくして触れればだいぶ住みやすくなると思う。もっと住みやすい世の中になってほしいね。まああまりにもう完全にストレートな世界で生きてると、なんか同性が好きな人を見て驚く気持ちはわかるっちゃわかるけど、ラブイズラブもうちょっと広まってほしいよね。なんか結局一緒なのにってある。ゲイがいてもいなくても少子高齢化だし。ご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画で。